宮崎県延岡市に不思議な三角形の石が祀られています。岩倉ハンター、平津豊が上山山の岩倉について説明します。宮崎県延岡市北川町の大久山から流れる法理川は、法理の命が生まれた時に産湯として使った川と言われています。法理の命は、高千穂に降臨したニニギの命とこの花咲夜姫との間に生まれた神で、神武天皇の祖父にあたります。一般には、海幸山幸の説話に登場する山幸彦で知られています。この法理の命が北の神であることから、法理川の流域にはスズメが生息していないという伝承があります。上山山の三角石がある岩屋は、考古学的には角津屋洞窟遺跡であり、縄文時代の早期とみられる多数の打製石族や石さじが出土しています。この法理川地区には、下法理ホラー内石があるなど、縄文時代に多くの人が住んでいた場所です。しかし、岩屋についての伝承は何も残っておらず、上山山という名称以外は長い間忘れ去られていました。この上山山の岩屋から800メートル南東に、法理川神社が鎮座しています。この神社は、1885年から1955年の間、一時的に上山山の岩屋に祀っていたそうですが、今は本来の場所に戻されています。この神社が鎮座する山の頂上部に、鏡石のような石組みがありますので、これが法理川神社のご神体かもしれません。法理川神社が上山山の岩屋に遷座された時には、石段や鳥居が整備されていたようですが、法理川神社が元の位置に戻ると、再び忘れられ、参道自体も壊れて、登れる状態ではなくなっていました。この場所が注目されたのは、1986年に、福岡の宮脇純一氏が、上山山の存在を聞き、地元の協力を得て、荒れ放題だった参道を整備したのがきっかけだそうです。県道、岩戸延岡線の道路脇に、上山山と書かれた看板があり、ここから石段を登ると、石積みの門に着きます。これを抜けると、視界が広がり、上山山の岩屋が目の前に迫ってきます。20メートル以上の東の巨石を西側の巨石が支えていて、その間に岩屋が形成されています。驚くほどの巨大さですが、それよりも岩屋の中の三角形の石造物に見入られてしまいます。その三角石の底辺は376センチメートル、西の辺は312センチメートル、東の辺は286センチメートル、高さは245センチメートル、奥への辺は巨石の天井に合わせて作られており、その隙間は数ミリの正確さです。そう、ぴったりと作られているのです。これには驚きます。また、三角形の面は220度の南西方向を向いています。広場を挟んで三角石の岩屋と相対するように巨石があります。この巨石の表面の一層が円形に剥がされており、その円を叩くとポンポンと良い音がします。武部正俊氏は古代の太鼓ではないかと推測されています。三角石の岩屋がオーバーハングしているために鳥居の前あたりに音が響きます。この広場では祭りが行われていたのではないでしょうか。三角石からこの円形の方位角は210度です。西に回るともう一つの三角石があります。この三角形の面も210度を向いています。さらに北側には半円状の岩石があります。この岩石と巨石との間では音が響き、まるで反射板の役目をしているかのようです。さらに、その前には方位石と考えられる石が配置されており、225度の方位を示しています。上山山の頂上の岩石は人面岩と呼ばれています。この人面岩が顔ならば、三角石のある岩屋が股の部分であり、上山山自体を人の体に模したのではないかという説があります。そうであるなら、
この岩屋は子供の生まれるところであり、子孫の繁栄を祈る場所となります。では、その岩屋になぜ三角石を作ったのでしょうか。三角形は女性器を表しますが、古墳時代のかまどは3つの石を三角形に置いたものであったように、火も象徴しています。そして、女性器と火の間にも深い関係があります。メラネシア、ポリネシアから南米にかけての火の起源神話には、女性器から火が生まれるものが多く、日本の神話においても、火と出産との関係が随所に見られます。イザナミは、火の神の家具土を生んだために、女性器に火傷を受けて亡くなります。水仁天皇の子である、ホムツワケは、火の中に生まれます。この花咲夜姫は、一夜で解任したため、実子であるかどうかを疑われ、その疑いを晴らすために、産屋に火を放って子供を産みます。この時に生まれた子供が、氷の御事で、この三角石のある氷川を産湯に使ったと伝わっているのです。この三角石は、岩屋という女性器から生まれる火をかたどったものではないでしょうか。三角石の前には、火が焚かれた跡も見られます。さて、この三角石の面が220度を向いているだけでなく、周辺に210度から225度の方位が見られます。この方位が重要な意味を持っています。2013年12月23日の冬至の日の夕方、太陽が西に傾き、白い光が黄色に変わり始めました。上山山の冬至の日の入り時間は17時16分で、その方位は243度ですが、1391メートルの国見山が太陽の方向にあるので、日没はもっと早く訪れ、角度も南に寄ります。16時になると、冬至の光は黄金色になり、三角形を眩しく照らしました。この三角石は、冬至の日の入りを示す装置でもあったのです。最後まで見ていただいてありがとうございます。チャンネル登録もよろしくお願いします。